はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では本日、フレアの公式 X から投稿の方があった、フレアのですね、F アセットの説明動画の翻訳解説になります。で、公式 X のですね、投稿の方はこちらになります。で、動画の方がですね、こちらになります。Flare is the blockchain for data. With its enshrined oracles, Flare gives developers secure, decentralized access to a broader range of data. で、こちらの翻訳になりますが、先にまとめてポイントだけ話しますと、まずですね、F アセットシステムがビットコインや XRP、同時コインなどの非スマートコントラクトトークンの保有者に新しい利回りの機会を提供しますと。で、F アセットは過剰担保されトラストレスであるため、中央管理機関に保管を依存する必要がなく、常に保護されているため、保有者は強固な経済的安全性を得ることが可能。もしエージェントがビットコインを不正に使用した場合、提供したアドレスに担保が支払われますと。で、FBTC はフレアのアドレスに送金され、ディファイで使用したり、別のチェーンにブリッジすることができ、ビットコインで利回りを稼ぎ始めることができますと。で、同時と XRP は主要なプロバイダーを信用することなく F アセットで使用できますと。で、こちらが動画のね、翻訳になります。フレアはオラクルを搭載したデータのためのブロックチェーンですと。フレアは開発者により広範囲のデータへの安全な分散型アクセスを提供し、フレアラボズの F アセットシステムのような新しいタイプのブロックチェーンアプリケーションを立ち上げることを可能にしますと。このビデオでは F アセットシステムが非スマートコントラクトトークンについての考え方をどのように変え、ビットコインや XRP、同時コインなどの非スマートコントラクトトークンの保有者に新しい利回りの機会を提供しますと。で、これらのような非スマートコントラクトトークンは暗号通貨の全価値の約 70% を占めていますと。占めていますが、アプリケーションでの使用はやや限定的ですと。F アセットはこれらの資産をフレアに持ち込み、プロトコルの貸し借りのようなオンチェーンアプリケーションで使用することで収益を得ることができますと。スマートコントラクトでないトークンを使用する他の場合の方法の場合とは異なり、F アセットは過剰担保されトラストレスであるため、中央管理機関に保管を依存する必要がなく、常に保護されているため、保有者は強固な経済的安全性を得ることができますと。で、過剰担保とは、鋳造換金プロセスを管理するエージェントの一人が何らかの不正を行った場合、ロックされた担保が影響を受けたユーザーの返済に使用されることを意味しますと。また、参加は無許可であるため、システムは誰でも利用することが可能ですと。利用可能であると。で、F アセットシステムは、フレアのネイティブなオラクル、すなわちフレアデータコネクタとフレアタイムシリーズオラクル、FTSO によって稼働しますと。FTSO は関係するすべてのトークンの分散化された価格フィードを提供し、フレアデータコネクトは必要なアクションが別のチェーンで行われたことを検証しますと。で、例えば、ジョーがビットコインで利回りを稼ぎ始めたいと考えています。彼らは自分のビットコインの F アセットバージョンを持ちたいと考え、それをフレアで使用して利回りを稼ぎたいと考えますと。彼らはまず F アセットエージェントを選択し、フレアのアドレスを提供し、そのエージェントに少額の手数料を支払って、ビットコインの価値の 1.5 倍以上をカバーするのに十分な担保を確保しますと。このためシステムは過剰担保になっており、もしエージェントがビットコインを不正に使用した場合、ジョーが提供したアドレスにその担保が支払われますと。で、ジョーがエージェントに原資産のビットコインとフレアデータコネクタのオラクルを送信し、ビットコインチェーンで取引が行われたことを証明しますと。で、取引が検証されると FBTC はフレアのジョーのアドレスに、送金され、ディファイで使用したり別のチェーンにブリッジしたり、することができますので、ビットコインで利回りを稼ぎ始めることができますと。で、同時と XRP は、主要なプロバイダーを信頼することなく F アセットで使用できるということでね、動画の方解説をされています。
なので、先ほどに戻りましてまとめますと、F アセットシステムというものは、そのビットコインとか XRP 同時コインとかのそのね、70% を占めるね、非スマートコントラクトトークンを、フレアに、ブリッジして、新しい、利回りの機会を提供しますと。だから今ですね、同時に RFLR ですね、リバードフレアっていうものが提供の方されてるんですけども、一応スターゲートの方を使ってですね、USDT を、フレアの USDT にブリッジして、WFLR とね、ペアにして流動性提供して RFLR を手に入れるといったようなものがありますが、そのようなね、イメージになるのかなと。フレアに、ブリッジしてビットコインとかをね、で、それを使ってですね、利回りを稼いでいくといったような形なのかなと。あと、F アセットは過剰担保されているのは、先ほど言ったように、そのね、エージェントにその 1.5 倍ぐらいの担保を用意させるので、もし不正とかがあっても、その 1.5 倍のね、担保というものが支払われますので、信用しなくても使えると。で、中央機関にも依存してなくて、常に保護されているので安全ですよと。で、FBTC を使ってね、DeFi で、使用したり、他のチェーンでブリッジしたり、ビットコインで利回りを稼ぐことができると。以前はですね、その、フレアにブリッジして、FBTC とかにブリッジして、それを保有することによって FLR の利回りを稼ぐことができるということで、過去ですね、共有の方、情報の方があったんですけども、というよりも、どちらかというと FBTC とかそのブリッジしたものを DeFi で使用して、利回りを稼ぐといったような、今のRFLR とかね、セプターとかのね、形に近いのかなと思っております。で、同時と XRP は、これはビットコインも入ってるんですかね。主要なプロバイダーを信用することなくっていうのは、おそらく先ほど言ったように担保が用意されておりますので、システム自体にね、何らかの不正、プロバイダーとか不正とかね、エージェントとか不正を働いても、その担保が保証されているので、信頼しなくても使えますよと。だから、エージェントを選ぶって、書いてありましたが、どういった基準で選ぶことになるのかはちょっとわかりませんが、またですね、情報の出てくると思いますので、またそちらの方でですね、共有の方ありましたら、また僕の方でまとめて共有の方をしていきたいと思います。はい、ということでね、ここまでが今回の動画翻訳になります。またですね、質問も受け付けておりますので、僕の公式 LINE の方にですね、ちょっとここは分かりづらいとか、もっと詳しく知りたいって方はですね、ご連絡いただきましたら、僕の方で、お答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。